自然の中で俺は自由だった。社会の中で俺は不自由だった。何かを選ぶとき、俺たちは何かを捨てなければならない。ここじゃないのよ。人類の持ち得る医学では理解できない領域です。外側は健康体そのものですが、人間にはない特殊な器官を中心に彼女の臓器は全て老死寸前まで弱っている。申し訳ありませんが、我々にできることはもう。待ってくれ。それはどういう意味だ？久米さんの余命は1ヶ月もないかと。そんな。シーディ、顔怖いぜ。影千代？久を救う方法があるかもしんねえ。何？落ち込んでる暇もパニクってる暇もねえ。んだよ、人の顔見て暴れ出すと思った。いや、俺のことなんだと思ってんの？焦ってるけど感情のままに動いてもどうにもなんねえことばっかだ。俺は弱いからさ。夏休みに何かあったのか？はっ、まあ地球救っちゃったからな俺様。そうか、それはすごいな。おい、全然信じてねえだろ。そうですか、久米さんが。俺と影千代は数日出かける。久米さんを助けるためにですか？うん、影千代に何やら当てがあるらしい。どこにですか？詳しいことは分からんが、意中へ。だったら私も。ダメだ、意中への旅は危険だ。でも私にだって力は。ダメだ、その力は戦闘向きじゃない。それに力を使えば陽明の正体がバレるぞ。私だって久米さんが。大丈夫、陽明の気持ちも分かってる。佐藤は怪我で入院中だ。とにかく今回は参加しない。それよりだ、やばいやつがいるだろ。おいシーディ、呼ぶなら強えやつって言ったろ。なんでショタガキ連れてきてんだよ。バカ、てめえ死にてえのか。シディ君、やっぱり僕場違いですよ。ミキちゃんのとこ帰りたい。はあ、あのアヌビスがどうなってんだ。おい、本気で連れてくのかシディ。うん、彼は俺が会ってきた中で最も強い。今は記憶をなくしてるらしいがな。記憶喪失、ショタ、猫耳、最強。キャラ盛りすぎだろ。そこはどうでもいいだろ。じゃあそろそろ話してもいいか。ああ、頼む。まずはこれを見てくれ。これは意中の写真だ。これはゾンビか？ああ、そうだ。なんでゾンビが意中に？ゾンビはトッププレデターが開発した生物だろ。理由はわからない。だがそれが問題なんだ。もしこのまま放っておけば、攻撃しても再生し仲間を増やすゾンビは意中で増え続ける。ゾンビパニックだ。俺の村で起こったことの大規模版か。ああ、それ自体も問題だが、ゾンビパニックの原因が地球にあると分かれば、人類の意中の中での立ち位置は最悪なもんになる。ただでさえ意中に突如現れた地球は今どうするか議論の途中なのにな。地球の外交動向には俺は興味ない。分かってる。俺が言いたいのは、このゾンビ騒動を鎮めてくれるなら、俺たちエルフがお前らが意中まで行く足を用意できるってことだ。本来地正月じゃない時期に意中まで行くのは莫大な金がかかる。なるほど。で、ゾンビ騒動を鎮められるのかよ。ああ、ウイルスの使い方に関してはだいぶつかめてきた。ゾンビを死体に戻すことはできるはずだ。死体にか。それで意中にヒサメを助ける方法があるというのは本当なのか？ああ、これは捕虜になったバルボアの側近から聞き出した話だ。
異宙人の中には稀に他の生物に呪いを施すことができる奴らがいる。決まってそういう奴らは飛び抜けた奴らだけどな。シディ、背中見せてくれ。これはホルスの呪い。呪いはこんな風に体に現れ、その対象に常識外れの能力を与える。ちなみにバルボアのイノブタも呪いだ。確かにあれも規格外だった。その呪いとやらの中にヒサメを救う方法があるってことか。その異宙人の名はアナンケイ。アナンケイ。呪いの効力はどんなもんなんだ？アナンケイの呪いはその人の体を最善な状態に固定する。最善の状態で固定？影千代みたいな回復能力か？いや違う。その人が経験してきた中で最善の状態になれる。さらにその状態で固定できる。最善の定義は？本人が望む状態だ。例えば5歳の誕生日、その日が最善だと望めばその状態で固定できる。5歳の誕生日の日に突き指をしていたら、その突き指は他の日を最善と望まない限り治らない。ただし自分がなりたいものになれるわけじゃない。人生で経験していない状態にはなれない。つまりアナンケイの呪いをヒサメにかけて、ヒサメの体を健康な状態で止めるってわけか。そういうこと。おお、それならヒサメは助かるな。待て、そんなすごい力を授けてくれるもんがなぜ呪いなんて呼ばれてる？それは代償を支払わされる。代償？んなもんをヒサメに使う気かよ。やらせなきゃいい。代償を要求するかしないかはその異宙人の気分次第だ。代償を求めない奴もいるらしいし、大したことない代償の場合もある。もしおかしな代償を望んだ際は力ずくで言うことを聞かせる。なるほど、それで戦闘力が高い面々を集めたってわけか。アナンケイとやらは異宙のどこにいんだ？月にいるらしい。月か。あれは本当に月なのか？地球が宇宙にあった時のあれとは別物なんだろう。俺もよくわからない。調査に行ってもただの丸い物体でしかないんだ。調査に行ったのか？アナンケイは？見たことはない。本当にいるのか？いるわ。アナンケイは本当にいるし、彼は変わり者だからね。代償なしで呪いを授ける可能性もある。どうしたいきなり。何言ってんだ？本当に全てを失ってるのね。シディ！俺はどうしちまったんだよ。わからない。ただゴブリンの山から帰ってきてから意識が途絶えることがたまにあるんだ。ホルスの呪いが進行しとるんじゃろ。シディの精神が不安定になると奴が出てくるんじゃ。不安定に？今も呪いの代償の話を聞いてから様子がおかしかったぞ。大丈夫かよ。すまない。でもポジティブに考えればアナンケイの存在はホルスのお墨付きってことだ。みんな頼む。ヒサを助けるために力を貸してくれ。アノピー、宙行くの？みたい。すまない。二人とも今は手段を選べないんだ。ミキもヘイちゃんを助けられるならアノピには協力してほしいけど。ミキちゃんがそう言うなら僕頑張るよ。僕に何ができるかわからないけど、それに僕の記憶もこの旅で戻るかもだし。アヌビスも協力してくれるみたいだ。本当に強いのか？アナンケイに勝てる確率は一番高い。そうか、そりゃ頼りになる。てかなんでまだいいんだおめえは。お前ら二人に話しておきたいことがある。わかった。相方が入院中だから寂しいんだろ。お話ししてあげまちょうか。お前はヒサメが倒れる前からアナンケイの呪いのことを知っていた。それはアナンケイの呪いを別の用途で使おうと思っていたからだ。別の用途？例えばアナンケイの呪いを使ってお前の故郷の人々を元に戻すとか。そうだよ、俺はヒサも故郷の奴らもみんな助ける。そう決めてるだけだ。そうか。だがもし一人しか選べないとき、お前はヒサメを選べるのか？
いいな、大切なもんがたくさんあるやつはよ。みきちゃん見て海が光ってる。なんで？それは神様が海にバイフィルターをかけてっからだよ。へえ。光を反射してるからだろう。教えてくれてありがとうございます。おう。すごいな。空港が海に浮いてるのか。だな、飛行機の空港とは全然違え。宇宙へは宇宙の生物で行くからな。よ、船はこっちだ。ついてこい。うわ、でけえ。これは生物か。ああ、宇宙まで行ける生物だ。じゃあ俺たちどこに乗るんだ？こいつに人が乗り込む場所を設置してある。こんなに大きな生物が言うことを聞くのか。こいつで操作できるようになってんだ。簡単操作だ。バカでも影千代でもできる。おい、操作。特殊な電極を挿して操作できるようにしたんだと。電極を。俺たちがやったわけじゃねえぞ。人間の企業だ。まあ買って使う俺らも同罪っちゃ同罪だけど。しょうがねえだろ。俺たちは宇宙に行かなくちゃならない。それともこいつがかわいそうだからヒサメは見捨てるか。そうだな。じゃあ乗り込もうぜ。すごいねえ、快適そう。お前は行かねえだろ。分かってるよ。俺も王子としての仕事があるから一緒には行けない。いろいろ準備3機な。こちらこそゾンビの後始末頼むぜ。ああ、よし、じゃあ行くぞ。ヒサを助けるために宇宙へ。前ばっかりがずっと泣いている。その訳が知りたくて、この夜が明けたら君を迎えに行く。はあ、ゾンビの回収にまた宇宙ですか。これなら前回宇宙に滞在したかったっす。そしたら新しい生物を解剖とかできたのに。文句言わないで。あざみ様の命令は絶対。相変わらずっすね。レンチン。変な名前で呼ぶな。私の名前はレンゲ。ストーリー編第4章開始記念にカレコレの人気投票をやるぜ。概要欄とコメント欄にある URL をチェックして、あなたのお気に入りのキャラクターに投票してね。みんなの投票待ってるぞ。